朝を変えれば人生は変わる。なぜ今朝のルーティンなのか。何年経っても人気が落ちない動画ジャンルがある。それがモーニングルーティンだ。誰かの一日の始まりを除く静かでだけど妙に引き込まれる動画たち。ベッドから目を覚まし歯を磨きコーヒーを入れる。そんなシンプルな流れがどうしてこんなにも人を引きつけるのか。それは視聴者がこう思っているからだ。この人の成功の秘密は朝にあるのでは。これを真似すれば自分の人生も変えられるのではないか。この直感は決して間違っていない。世界中で成果を出し続ける人たちの共通点。それは朝という時間の使い方にある。ツイッター創業者ジャック・ドーシーは5時半に起きる。アマゾン創業者ジェフ・ベゾスは5時起き。アップルの CEO ティム・クックはなんと4時半。驚くべきことに成功者の多くが例外なく早起きだ。昼まで寝ていたという逸話は一つも出てこない。これは偶然ではない。朝をどう過ごすかでその人の人生の軌道が決まっていく。それは実際に見てきた私の実感でもある。だが早起きしろと言われても問題はそこではない。多くの人がつまずくのはもっと先だ。早く起きたはいいがその時間を何に使えばいいのか。ベッドの中でスマホを触って終わってしまうなら意味がない。必要なのはやるべきことが明確になった朝の地図だ。今回紹介するのはアメリカのベストセラー作家ハル・エルロットが人生のどん底から生み出したモーニングメソッド。これは単なる習慣の提案ではない。心肺停止、4000万の借金、自殺未遂、そこから這い上がり人生を逆転させた本人の体験から生まれた本気の再生プログラムだ。このモーニングメソッドを実践した人の多くがわずか数週間で驚くほどの変化を経験している。しかもお金はかからない。誰にでも明日から始められる。変わりたいと思った瞬間がすでに人生の分岐点だ。あとはその1時間をどう使うか。あなたの人生が本当に変わるかどうかはこの朝の1時間に全てがかかっている。人生のどん底から生まれたモーニングメソッド。ハル・エルロットの人生はまるでジェットコースターのようだった。20歳にしてすでに営業の世界で絶頂を極めた若者。全米トップレベルのマーケティング会社で年齢に見合わぬ報酬と名声を手にしスタンディングオベーションで迎えられるような講演をこなしていた。だがその帰り道すべてが音を立てて崩れた。飲酒運転のトラックが120キロのスピードで正面から突っ込んできた。車は大破。骨は11箇所を骨折。脳は深刻な損傷を受け、心臓は6分間止まっていた。医師からは、臨床的には一度死んでいたと告げられた。目を覚ました時、医師は言った。もう二度と歩けないかもしれない。絶望的な宣告だった。だがハルは諦めなかった。激痛と格闘しながらリハビリを重ね、事故の翌年には歩けるようになった。そして営業の世界に戻り、なんと6万人の中で全米6位の成績を記録する。普通なら、これで感動のフィナーレだ。だが彼の物語は、ここで終わらない。むしろ、ここからが地獄だった。7年後、彼は独立し、順調にビジネスを拡大させていた。だがリーマンショックの直撃を受け、わずか数ヶ月で4000万円以上の負債を抱える。再び、奈落の底へ。今度は本当に心が折れた。うつ病を発症し、命を絶つことすら考えた。ハルは言う。交通事故よりも、借金の方がはるかにきつかった。あの時は誰も心配してくれない。誰も助けてくれない。孤独というのはこんなにも苦しいのかと思った。そんな絶望の中である日友人からこう言われる。とにかく朝走ってみたらどうだ。気が乗るはずもなかった。それでも試しに早朝のランニングを始めた。すると少しずつ体が軽くなる感覚があった。何かが変わり始めている。そう思えたのは久しぶりのことだった。そこから彼は朝の時間を徹底的に研究するようになる。どんな習慣が自分の精神や思考を立て直す力になるのか。本を読み、試し、改善し、組み立てていった。その末に生まれたのがミラクルモーニング。6つのシンプルな習慣を朝の1時間にまとめたルーティンだった。春はこの習慣を1年続け、奇跡のような復活を遂げる。負債はすべて返済し、マラソン大会ではコースを2周走破。絶望の中で始まった朝の習慣が人生そのものを救った。この経験を一冊の本にまとめたのがザ・ミラクル・モーニング。今では20カ国以上で翻訳され、世界中の人々が実践している。これはただのおすすめの朝活ではない。一度死を経験した人間が再び生きる意味を見つけた本物の習慣である。脳と心を整える3つの内面習慣。瞑想、アファメーション、イメージング。朝の1時間で何をするべきか。その問いに対してハル・エルロットが最初に挙げたのは内面を整えることだった。人生がどれだけ混乱していようと、外の世界がどんなに厳しくても、自分の内側だけは意図的に整えることができる。その意識が
一日の流れを静かに変えていく。最初の習慣は瞑想だ。目を閉じて呼吸に意識を向ける。それだけの行為がなぜ人生を変えるのか。それは思考の渦を一度止めて無意識の奥にある声に気づけるからだ。瞑想はもはや一部の人だけのものではない。Google、Apple、インテル、ナイキなどの世界的企業が社員向けに瞑想プログラムを導入している。ハーバードの研究でも瞑想を習慣にしている人の脳は記憶を司る海馬の容積が大きいと報告されている。集中力が持続しやすく、ストレス耐性が高まる。それは数字にも現れる確かな変化だ。私自身、瞑想を日課にしている。深く集中できた時のあの感覚は言葉では言い尽くせない。例えるなら、温泉に浸かった時のあーという安らぎ。それが脳の奥で静かに起きている。ただのリラックスではなく、意識が目覚めていく時間になる。二つ目はアファメーション。これは自分の理想を言葉にして自分の潜在意識にすり込む方法だ。多くの人は自分の未来を曖昧なままにしている。だから行動にも迷いが生まれ、努力が散ってしまう。だがアファメーションで目標を明確にし、毎朝それを唱えるようになると、脳はそれを実現すべきこととして認識し始める。モハメド・アリは私は世界一だと繰り返し唱えていた。まだ誰も彼を知らない時代から自分の未来を言葉で定義し続けた。アファメーションとは信念を作るための習慣だ。口に出すことで自分に許可を与える行為でもある。やり方はシンプルだ。具体的な数値と期限を入れて目標を一文で書く。2025年12月までに月収100万円を達成する。2026年3月に独立し、好きな仕事で生きる。これを声に出すか、心の中で唱える。数字が明確になるほど、脳はその未来をリアルに捉え始める。3つ目は、イメージング。自分の理想の姿を、頭の中で映像として描く。これはビジュアライゼーションとも呼ばれ、世界のトップアスリートや経営者が取り入れている習慣だ。春が提唱する方法はこうだ。今日の理想の一日をイメージする。仕事が順調に進み、トラブルがあっても冷静に対応し、すべてのタスクを終えて達成感に満ちた自分。これを深呼吸しながら思い浮かべる。現実はイメージだけでは変わらない。だが脳に鮮明なイメージが刻まれると、それに引っ張られるように行動が変わっていく。ビル・ゲイツも、タイガー・ウッズも、ウィル・スミスも、この視覚化の力を武器にしてきた。お金もかからず、誰でも今からできる。けれど、やる人はほとんどいない。だからこそ、この3つの習慣が持つ力は大きい。瞑想、アファメーション、イメージング。この3つで、あなたの意識は確実に変わり始める。行動を変える3つの実践習慣。運動、読書、ジャーナル。朝の時間で内面を整えたら、次にすべきは動くことだ。どれだけ心が前向きでも、行動が変わらなければ、現実は動かない。ハル・エルロットが提案する後半の3つの習慣は、まさにこの動くための準備である。まず4つ目の習慣が、エクササイズ。激しい運動は必要ない。大切なのは、体にスイッチを入れること。数分の軽い運動でも、体温が上がり、心拍数が上がる。それだけで血流が改善し、脳への酸素供給が増え、集中力が高まる。春は言う。数分の運動が、その日の生産性を決める。実際、多くの経営者やクリエイターが、朝の運動を習慣にしている。私自身もいくつもの方法を試してきたが、最終的に行き着いたのは散歩だった。走るよりも無理がない。景色を見ながら思考を巡らせる時間にもなり、一日のリズムを作るには最適だ。散歩はインプットにも使える。オーディオブックを流したり、昨日の出来事を整理したり、ただ歩くだけで脳が自然に目覚めていくのを感じる。一歩ずつ今日という日を前向きに始められる。次に5つ目の習慣、読書。春はたった10ページでもいいと言っている。重要なのは量ではなく朝に読むということだ。夜の読書は記憶の定着に向いている。だが朝の読書にはもう一つの力がある。それはすぐに行動に移せるという即効性だ。たとえ10ページでも、そこに一つだけ使える知識があれば、その日すぐに実践できる。この読んで終わりではなく、使う前提で読むという習慣が人生に変化をもたらす。私はこのスタイルで、数えきれないほどの知識を現実に生かしてきた。何を読むかは自由だ。成功者の伝記でもいいし、心理学、ビジネス、健康、どんなジャンルでも構わない。ただし今日使えるものはあるかという視点を持って読むこと。これだけで、読書の密度がまるで変わってくる。そして最後、6つ目の習慣が、ジャーナル、つまり日記を書くことだ。これがなぜ人生を変えるのか。その理由はたった一つ。思考が可視化されるからだ。人間の脳は、曖昧なものを処理し続けると疲弊する。朝、タスクが整理されていない状態は、スマホのメモリを大量に消費しているようなものだ。やるべきことが頭の中に散らばっていると、集中力も散ってしまう。
だが紙に書き出せば、脳はそれを処理済みとして扱う。その結果、思考がクリアになり、目の前の仕事に全力で集中できる。書く内容は自由だ。今日やるべきこと、感謝していること、達成したこと、改善したい点。私は特に今日絶対に終わらせるべきことを毎朝書き出している。このたった数行の整理だけで、仕事の質もスピードも変わる。脳は明確なゴールが見えると、自然と加速するようにできている。エクササイズ、読書、ジャーナル、どれも時間もコストもかからないが、確実に人生に変化を起こす。ただ知っているだけでは何も起きない。実際にやってみて初めて意味がある。この3つの行動習慣を取り入れることで、あなたの一日は驚くほど軽やかに動き出す。時間がない人のための6分間ルーティン。朝の1時間が人生を変える。そう言われても現実は甘くない。毎朝忙しくギリギリまで寝ていたい。子供の世話や通勤時間、突発的な予定、それぞれのライフスタイルの中で1時間を確保するのは簡単ではない。だがそこで諦める必要はない。ハル・エルロットはそんな人のためにもう一つの選択肢を用意している。それが6分間バージョンだ。たった6分。それでもやらないよりは圧倒的に効果がある。なぜならこの6分の中に全てのエッセンスが凝縮されているからだ。1分目、目が覚めたらまずは静かに呼吸に集中する。スマホを手に取る前に心を整える時間を作る。瞑想というよりは沈黙の時間に近い。このたった60秒がその後の思考と感情の土台になる。2分目、アファメーションを行う。前日に書いておいた目標や理想の言葉を読み上げる。声に出すのが理想だが、心の中でも構わない。私は〇〇を達成する。私は今、成長の途中にいる。言葉は意識の舵を握る。3分目、イメージングに移る。その目標が叶っている自分の姿を頭の中で鮮明に描く。朝から調子よく仕事が進み、問題が起きても冷静に対処し、最高の気分で一日を終える自分。その未来をほんの数秒でも体感する。4分目、今日のタスクを一つだけ書き出す。何をしてもいいが、これだけはやり遂げたい。そう思えるタスクを明確にする。多すぎるトゥードゥーリストより、一つの優先事項。これがその日の推進力になる。5分目、本を1ページだけ読む。時間がないのではない。読む目的が曖昧なのだ。今日使える情報はあるか。この視点で読むと、1分でも意外な発見がある。情報は長さではない。鋭さだ。6分目、最後に、運動。全力で腕立てでもいいし、ジャンプでもいい。だが私のおすすめはスクワットだ。1分間、下半身をしっかり動かす。血流が一気に回り、体が目覚める。以上が、6分間ルーティンの全容だ。驚くほどシンプル。けれど、その積み重ねが、1ヶ月後、3ヶ月後に確実な差となって現れる。成功する人と変われない人の違いは、才能や環境ではない。小さな行動をやるか、やらないかその一点に集約される。6分ならできる。言い訳も、時間のなさも、関係ない。今日からでも、今この瞬間からでも、始められる。誰でも続けられるための実践アドバイス。朝食、夜勤、早起きのコツ。朝のルーティンが人生を変える。そう確信したとしても、誰もが同じように実践できるわけではない。生活リズムも、仕事の形態も、家族構成も人それぞれ。そこでハル・エルロットは、現実的な課題に向き合い、すべての人が実践できるように継続のための工夫を提案している。まずよくある疑問が朝食はどうすればいいのかだ。朝のルーティンを終えた後、何を食べるか。春の答えは明快だった。軽ければ軽いほどいい。食事は体にとって、最もエネルギーを消費する活動の一つ。朝からがっつり食べてしまえば、消化のために血液が胃腸に集中し、脳への血流が減ってしまう。その結果、だるさや眠気に襲われる。だから春は、ルーティンが終わった後に、水、アーモンドミルク、バナナ、ベリー、氷をミキサーにかけた自家製スムージーを飲んでいるという。必要最小限の糖質とビタミン、少量の食物繊維、それに加えてプロテインを加えれば、満腹感と集中力の両立ができる。食べ過ぎない朝が、一日の質を引き上げる鍵になる。次に、夜勤の人はどうすればいいかというと、早起き自体が難しいという人もいるだろう。この点について春は、朝にやる必要はないとはっきり言っている。大切なのは起きて最初の1時間をどう使うか。あなたにとっての朝が、午前8時であろうと午後4時であろうと構わない。起きた直後の習慣が、その1日を決める。だから、ライフスタイルに応じてアレンジすればいい。朝にやらなきゃではなく、目覚めの時間を整える。この意識が、無理なく続けるポイントだ。そして多くの人がつまずく最後の課題。それが早起きのコツだ。頭では分かっていても、目覚ましを止めて二度寝してしまう。そんな経験は誰にでもある。だが、春のアプローチはちょっと違う。
彼が最も重視したのは寝る前のマインドだった。彼はこう語っている。人は朝起きて最初に考えることは大抵前夜に最後に考えたことと同じだ。つまり寝る直前に今日は5時間しか眠れないと思って眠りにつくと、翌朝最初に出てくるのも5時間しか寝れなかったという不満になる。春は実際に睡眠時間を変えずに寝る前の言葉だけを変える実験をした。4時間しか眠れない夜に明日が楽しみだと考えて眠る。すると不思議なことに翌朝は思ったよりもすっきり起きられる。逆に9時間寝ても足りないなと思いながら眠った日はなぜか起きても疲れていた。この結果が意味するのは体よりも先に脳が目覚めるということ。だからこそ寝る前の思考を変えることが快適な目覚めのための本質になる。具体的なアドバイスは2つ。1つは起きる時間をイメージしながら眠りにつくこと。もう1つは6時間も眠れることに感謝して眠ること。これは意外にもアラームなしで自然に目覚められるほどの効果を持つ。さらにもう一つだけ付け加えるとすれば、朝起きたらすぐに水を飲むこと。起床後は誰もが軽い脱水状態にある。この水分不足がだるさや疲れの正体だ。コップ一杯の水を飲むだけで体のスイッチが入り、思考がクリアになる。つまり全ては意識と習慣で作れる。ライフスタイルが違っても条件が整っていなくても、このルーティンは必ず実践可能なように設計されている。朝を制する者が人生を制する。ここまで紹介してきた6つのモーニングルーティン、瞑想、アファメーション、イメージング、運動、読書、ジャーナル、この流れを毎朝の1時間に取り入れるだけで人生が変わっていく。そう聞くとどこか魔法のようにも思えるかもしれない。だがこのルーティンに魔法のような要素は一切ない。あるのは科学と行動、そして継続だ。思考を整え、心を落ち着かせ、体を起こし、学びを吸収し、未来を描く。その一つ一つは地味で派手さのない行動だ。だがこれを毎朝積み重ねた人間とスマホをいじりながら惰性で一日を始めた人間、3ヶ月後、半年後、1年後、その差は誰の目にも明らかになる。変わるのは一日ではない。だが変化のきっかけは常にある朝に訪れる。昨日と違う朝を過ごした人間が違う未来をつかむ。この事実をハル・エルロットは自らの命と引き換えに伝えてくれている。何も持っていなかった彼が一度死に再び立ち上がり再起を果たし、今では世界中の人々の朝を変えている。その根底にはたった一つの信念があった。人生はどんな状況からでも立て直せる。そしてその起点はいつも朝なのだと。もし今あなたの人生がうまくいっていなくても構わない。焦る必要も落ち込む必要もない。今日という一日が、そして明日の朝があなたの生き方そのものを変えていく第一歩になる。やるかやらないか。朝目覚めたその瞬間から全ては始まっている。成功者たちが口を揃えている。朝の時間が自分を作った。その言葉を信じてあなたも明日の朝を少しだけ変えてみてほしい。人生の本当のスタートは目覚ましが鳴ったその瞬間にある。